めっちゃ嬉しい、成田空港の出国ゲート、今パスポートを置いたら顔の写真撮ってもらってそのまま出れるんですけど、僕は出れたことがないです、このところもうあそこでピンポンってなって別室に呼ばれてみたいな。今日はさすがに、先に〇〇賞に電話しといたおかげでちゃんと出れました。この日本人としてこうやって出れる当たり前のことが嬉しいのがちょっと厄介ですけどね、もう普通にね海外行きたいです。アブダビに到着しました。現地時間11時55分、離陸の時ですね、なんかチャイナエアラインが、なんかこの前にいるからって30分ぐらい待たされて、でここもですねメカニックが何たらということで、着陸したけど降りるまでまた待たされてみたいな。まあトランジットの時間十分あるんで全然いいんですけど、久しぶりのアブダビです。なんかこんな白かったかな。実は前回ここへ来た時はイエメンに行った時で、まあ、このアブダビに来て、そこからイエメンに行ったんですけど、まあ、本当に久しぶりのエティハド航空。なんか飛行機が変わってて、今まで353結構横幅広かったのが333で、しかも満席、もうインバウンドですよね。ヨーロッパの人たちが、この時期のエティハド航空のヨーロッパって安いんで、まあ、それを利用して日本から帰る人だから、乗ってる人もほとんど外国人ばっか、ほとんど日本人いないみたいな、そんな感じで11時間以上のフライトを終えて、ようやくアブダビに行きました。だいたい着く寸前が眠いんですけどね、ここから3時間ほどトランジットの時間があって、アンマンに向かいます。10年ぶりのヨルダンに到着です。予定通り7時ジャストに、着陸して、イミグレーションを通過して、両替して、バスとかタクシーとか迷ったんですけど、今回は同行者もいるんでタクシーでアンマンのダウンタウンに向かいます。アンマンのダウンタウン、昔とどのくらい変わったかなっていうのがちょっと楽しみなんですけど、10年も経つとですね、なんかダウンタウンの風景も一変してるんではないかと思いつつ、なんか空港近くのちょっと砂漠っぽい景色を見ながら、なんかヨルダン帰ってきたなっていう、そんな感じです。出ております。10年ぶりにローマンシアターに帰ってきました。実はですね、今物々しい警察がたくさんいて、なんかテロの予告でもあったかと思ったら、実は訓練らしいです。なんちゅうことはないという話で、ということで今まっすぐ行こうとしたら、軍の人にトレーニングやってるから左から行けと。何のトレーニングですかね。まあこんなご時世だから救急車とか警察軍が来てるんで、多分そのテロに対してなんかその訓練をちょうど今からやるようです。まあそんなに当たるのもどうかと思いますけど、2014年以来4年ぶり、じゃあ4年ぶりじゃない、10年ぶりのローマンシアターです。猫10年ぶりにローマンシアターの中に入ってきました。入場料 2JD、 昔と変わってないですね。昔も確か 2JD だったと思います。今お隣のパレスチナでずっと戦争してるせいか、歩いててもダウンタウンって結構外国人が多いんですけど、もう全然外国人がいなくて、
逆にその僕みたいな外国人が珍しいせいでなんかみんなが話しかけてくれて、夜なんて別に日本人も多いし観光客多い国なんですけど、全然外国人がいないです。これで週末になったら多少は増えるんですかね。でも普通の日でもこのダウンタウンってお買い物客とか外国人がいっぱいいるのが、なんかちょっとアジア系の人が1人いたいぐらいで、欧米の人はもう1人もいない感じで、10年ぶりに帰ってきたローマンシアターです。なんか貸し切り状態。10年前ですね、ここで僕の友人のタクちゃんにDVD1 個作ってもらったんですけど、ここでこの左側のとこかな、なんか僕のインタビューを撮ってくれて、なかなかヨルダンって来る機会がなかったんですけど、今回久しぶりに帰ってこれた感じで、いやもう懐かしいです。ここやっぱり王様の椅子に座るべきですかね。ここはね、ちゃんとここです。向こう側と対になって2つ椅子があって、ここがそのローマンシアターの中心部、ここで大昔いろんな催し物があって、でそのイラク戦争が始まる1ヶ月前かな、ここ来た時にここで反戦のデモが行われてて、もうここに学生がいっぱい集まってて、その時も撮影許可を下りて撮影できたんですけど、いろいろと思い出の深いローマンシアターです。ほぼほぼ貸し切り。なかなかこんななんだっけ、コロナの時の京都みたいな感じでほぼほぼ貸し切り、こんな時もありますよね。